んにちは。こんにちは。こんにちは。盆栽世界です。今回はちょっと久々に盆栽 Q さんとコラボ企画ということで、はい、群馬県前橋の石井盆栽さんにお邪魔してます。こちらが園主の寺澤さんです。よろしくお願いします。こんにちは、寺澤です。よろしくお願いいたします。お願いします。常滑以来のコラボですね。そうですね。常滑以来。まあそうですね。そうですね。でも園の紹介先出てるんで。あ、そっか。そう。そうか、余計なこと言っちゃいけなかった。どんな企画を今日はやるんですか。ですね、盆栽をより良くする秋の手入れというテーマで、まあこういうことを9月10月ぐらいにやっておくと清見期ひいてはまあ春に向けて盆栽の培養にとっていいですよっていう、そんな作業を今回寺澤さんにやっていただきたいなと思ってます。はい。9月にやるいろんな作業を、まあギュッとしてお届けするということです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界こき使うね。そんなことないです。じゃあまずは五葉松の古恥ずかしということで、五葉松の古恥ずかしっていうのはやっぱりこの時期、まあ今8月の半ばなんですけども、この時期ぐらいが一番いい時期なんですか。そうですね。これがね、こう時期で言っちゃうと、あれなんで、昔からね、私がこういうのが、盆栽はその子その子によって性質がまるっきり違いまして、成長の早いものとか、成長の遅いものとか、いわゆる葉が固まるっていう言い方するんですけども、新葉が4月ぐらいから伸び始めますよね。それが柔らかい状態から昨年葉、一昨年葉と同じように硬くなる時期がこうあるんですね。で、袴が落ちるっていう言い方するんですけど、こう茶色い葉の付け根の茶色いものがこうパラパラ落ちる時期、これがいわゆる葉が固まるっていうような時期を指すんですけれども、それが7月のもう頭ぐらいから葉が固まるものとか、例えば遅いものだとお盆過ぎても9月入っても葉が固まらないものなんかもいろいろありまして、その子その子で成長が違うんですね。で、一番こうやってもらいたいのがそれぞれ違うので、その葉が固まった時点から恥ずかしができると。いうことを覚えてもらいたいんですね。それで柔らかい時期にですね、手を入れると葉っぱの先っぽが新葉の葉っぱの先っぽが折れてしまったりしてしまうので、芽がもげてしまったりねしてしまうので、一応葉が固まった時期に、こう手を入れてあげるっていうのが、目安になります。これがね、その子その子によって違うので、その時期を見極めていただきたいってことですね。これは那須五葉松の未初期で、まあ約20年生ぐらいのものなんですね。でこれを、本来ならばこうやって徒長をもうハサミで剪定しながらやってしまうんですが、今回まあ一応ね、初心者の方用に一通り古恥ずかしをしていきたいと思います。始めますね。ものによって葉が固まってもですね、こういうふうに葉を透かした時に抜いた時にこういう傷ができてしまうのがあるんで、こういう小のものも出てきます、中にはね。こういうのは少しもうちょっと待ってもらって、もうちょっと抜きやすい状態になってから恥ずかしをしてもらいたいんですね。こう皮むけちゃうと、その芽が大体枯れちゃう可能性が高くなるので、そういった場合ちょっと気をつけていただいて、もう少し、秋になってから、取りやすい時期になってからやってもらうっていうのも一つですね。なるほど、タイミングですね。古葉っていうのは手で抜いちゃって大丈夫なんですか。基本的に、本来ならばこうハサミ、こういう状態で、特に商品なんかはね、こうハサミでこういう状態、こういう状態してもらうと、この葉の付け根の懐からこれからも新芽が出る可能性があるので、こうやって残してあげるのも一つの方法なんですが、これが一番丁寧なやり方です。ただこれやってるとうちのもの方のようにこうやって量があると、なかなかこれ時間的にちょっと無理なので、全体的には葉っぱを手で抜くっていうような方法をさせていただいてます。抜く時のコツなんですが、必ずこう上に抜いてもらう。それは皮が剥がれにくくするため、おっしゃる通りです。
新葉もちょっと抜くんですか？そうですね、これ新葉もね、抜きますね。これ例えば展示会に出す、秋に展示会に出す予定だとかだと新葉まで抜いちゃうとちょっと薄くなってしまうので、展示会用のやつはまたね展示会用の手入れで、なのでこれはもう一回こう透かして、何年か後の展示会に向けてこう培養する木なので。新葉を抜く理由ちょっとだけ減らすっていうのは、例えば内側から面を吹きやすくするためとかそういうことですか？おっしゃる通りですね。例えばここで言うと古葉をこう透かしてあげて、それで新葉こっちに日が入るように、こう新葉まで抜いてあげて、もう少し経つと目の大きさがこう決まってくるんですね。目の大きさが完全に来年の心配になるだろう目の大きさが決まってくるので、その時にもう一度葉の調整をします。つまり、強い芽のところは葉っぱを少なめに、新葉まで少なめにしてあげて、それで弱い芽は葉っぱを多く残してあげる。それで全体的にバランス、根っこから上げてくる栄養水分を芽全体に、均等に葉っぱ全体に行き渡るように、それで調節します。なるほど。はい、で今の段階はまだこれお盆明けぐらいなので、今の時期がね、はい、古葉を大体こう透かしてあげることによってまず懐に日が入ります、そうすると弱い芽が充実してきますので、まずそれを狙ってあげるってことですね。それでこれで、冬の時期に入ると芽の大きさが全部分かるようになります。それで目の大きさを確認しながら葉の調整をしてあげると、そういったこう2段階でやってあげると五葉松なんかとっても充実しますから。なるほど。で多分なんかさっきの話ですけど、なんか前提としてこう五葉松ってこうなんだろう、長いやつを切って内側に芽を作ってこう小さくしていくみたいなところの中で必要になってくる話なのかな。そうだね、本当に一番はもうさっき言ったように目見ながらどんどんこれ剪定して、剪定して目の数半分にしちゃって、そんな恥ずかしくするんだけど、今回ちょっとね初心者の方用に、それは全部一回恥ずかししてみますよって感じ、そんでこう全体見ながら剪定、今のまんまだと剪定しちゃっても何がどこ剪定してるか全然分かんない。なるほど、見やすいようにやっていただいて、普通は全部もう剪定しちゃいます。剪定しながら、それなんでこう葉っぱハサミ持ちながらやるのはその都度。プロの方はみんなね、そうします。そうでこういう輪郭から出た芽とかってことですかね。こういうの本当はもう最初に剪定しちゃって、でもやりながら懐に芽があるのが確認できればどんどん剪定しちゃってやるんですけど、今回は全体的に一回剪定する前に全部一回恥ずかししちゃってから、皆さん分かりやすいようにねやってます。ありがとうございます。そのから手間高くなっちゃいます。そうですね。ちょっとお願いします。こっちは。いやちょっとこの茶色い葉って一昨年の葉ですか？一昨年葉だねこれね。これは今古葉取っていただいた状態。そうですね。剪定まだしてない状態ですね。でこの状態になるともうとっても分かりやすいので、これでどんどん伸びちゃったやつを剪定していきます。でこれね必ずこう確認してもらいたいのはこの懐に残ってる芽、これをちょっと確認していただいて、ちゃんと生きてるかどうかね、それを確認していただいて、でここでね切ります、こんな感じでね切っていただいて、伸びした枝をどんどん詰めて、そうですね、追い込むって言い方しますけどね、でこの芽を確認して、いわゆる死に芽っていうね芽黒くなってもう来年芽が吹かない芽がありますから、それを確認してちゃんと芽が生きているのね確認して剪定してください。かといってね、これ死に芽だからって言ってじゃあこの長いの残していいかって言ったらそれはもう残してもしょうがないんで、そういえば元から剪定しちゃいましょう。でこういうところのついでに車枝も整理しちゃいましょう。1、2、3、4本、同じところから出ちゃってますからね。でこれも基本的には外目で、内側に行ってるのをまず内側に行ってるこの枝、これ枝は二股で作ってくるんですね。そうですね。で剪定する枝は、伸びした枝と、車枝とか缶抜きになってるような枝を
そうですそうですそうです。でそれやっていくと、ここから先の針金掛けが楽になるみたいなそうですね。感じですかね。これ上が多い方がいいとか下が多い方とかあるんですか？もちろん上をいじめて、下を充実させるっていうのは基本なんです。こうなってくるともう荒っきなんでね、全体的に。でこれまたほらもう一度冬の間に先ほど言ったように目の大きさを見ながら、今度心波を使して調節しますから、その時にまたねもう一回剪定してあげて、こうやってやっとけば後での仕事も楽ですからね、ちょっともうね葉っぱを調節するだけで済みますから。それよりも何よりも懐に火を入れてあげるね、剪定してあげて、こういう弱い目に火を当ててあげることによってこれが充実しますから。それで透かし終わりみたいな。はい、そうですね、終わりです。これで肥やしねたんまりやって、はい、肥料はもうあげちゃってもう大丈夫です、大丈夫ですよ。五葉松の場合は春日強いとみんな葉っぱ伸びちゃうので、樹勢のなくてね、もう葉っぱが伸びてもいいから樹勢を上げようっていうのは肥やしたっぷりやってもいいんだけど、春ですね、基本的にうちなんかは春日はほとんど弱め、それで葉が固まって、いわゆる葉が固まるってイコール徒長が終わるってことですから、徒長が終わった時点から秋日からもう10月の終わりぐらいまでごっそりたっぷりやります。それによって冬越しの体力をつけてやるところと春勢いが出るように。なるほど。肥料は玉肥みたいなやつを。そうですね、玉肥がいいですね。ずらっと。はい、いっぱいこう効かしてあげてね、おような感じでやってください。はい。2本目は心拍ですね。はい。糸魚川心拍ですよね。糸魚川心拍ですね。これは人為的に作られたものですね。もう大体30年ぐらいですか。30年生ぐらい経ってると思いますよ。心拍は9月に作業としては。そうですね、これで徒長がある程度終わるんですけれど、まだ心拍の場合は多少まだねところどころするところありますが、この時期ですね、もうちょっと早くてもいいんですが、葉透かしをしてやっぱり同じように懐にね火を入れて、それで棚の掃除をしてあげるっていうのがね、これからまた秋にかけてできる作業の一つなので、大体皆さんこういった感じでところどころねこう徒長が出ていて、これをこうあまり放っておいて急激に剪定すると、そこが糸魚川心拍の場合杉っ葉が出てしまうっていうね、のが結構ありますから、早めに目摘みなり剪定を施してあげるっていうのがこの糸魚川心拍の作っていく上での一番の秘訣ですね。で糸魚川心拍がやっぱり人気あるっていうのが、針金がかけていなくても棚ができやすい、きれいに仕上がりやすいっていうのが一番ねありまして、それと万が一針金をかけても親だけ太いのをかけてあげてこう枝を下げてあげるだけで棚がきれいに仕上がっていくっていう傾向があるので、これが一番糸魚川心拍のね愛好家の中で人気がある一番の理由はそこだと思います。葉が詰まってるからそういう風に見えるっていうことなんですか？おっしゃる通りですね。この葉がペロンとこう垂れてる小の心拍だとどうしても細かいところまで針金をかけてあげてこう葉っぱをね目起こししてあげなきゃいけないんですが、糸魚川心拍の場合はだいたいこう枝をね太い枝を下げてあげると自然にもうこうグッとこういうね葉っぱが乗ってきて棚が出来上がるっていうね、ここが昔から糸魚川心拍が人気ある一番の理由はそこですね。で早速葉透かしねしていきたいと思います。これは展示会ね飾る予定がないので、一応ねできるとこまで葉透かしして、来年にまたね培養に備えたいと思います。こういうところにね出てます。こういうのみんな掃除してあげますね。枝元のこういう葉っぱね。例えばこの糸魚川心拍の場合、こう剪定するのにこう斜めにこう入れてあげるんですけど、ハサミをね例えば、ちょっとねこれでいくと試しにね、例えばこの徒長枝を切るにあたってこの部分を剪定したいとなった場合はハサミをこのように斜めにこう入れてあげます。それでこう切るとこの切った点の部分が赤くなります。はい。心拍は徒長とかと同じでいわゆるハサミを嫌う樹種なんですね。ハサミを嫌ってハサミを切ったところが赤く変色するっていうことがありますから、なるだけこう斜めにこうねハサミを入れてあげて
やることによってこの点が赤くなります。で全体的にはこの、ね、周りについてる葉っぱが緑なので目立たないっていうね、それでハサミ入れるときは必ず斜めに、はい、このね枝のこういう感じね、こう剪定してあげるとこの部分だけ赤くなりますから、それとこう杉っ葉が出る一つの理由っていうのが強い剪定です、はい、例えば今の状態でいくとこれ昔の葉っぱですね。ここで剪定するとこの葉っぱの先に新しい葉が出るんですけど、この先っぽに出る葉は必ず杉っ葉になります。それなんでこの古い葉っぱを見てもらうと分かるんですけど、こちらの先っぽの葉っぱに比べてこっちは先っぽが丸みを帯びてる、こっちは丸みを帯びてませんね。この丸みが帯びている中でこう剪定してあげればほぼ杉っ葉出ません、こうね、このようにね。それでここまで強く剪定しちゃうとこの先は全部杉っ葉になりますから、まあ、なるだけこの丸みを帯びている葉っぱの中で剪定をできるようにこまめに、剪定をしてあげるっていうのが一つのコツですね。じゃああまりほっといてビヨンと伸びちゃってるのを切ると杉っ葉になりやすい。そうですそうです。ただね荒木の場合どうしても伸ばしたりしなきゃいけないので、そういう場合はこう枝をね、心拍の場合手繰って枝を手繰って棚を作ってあげるとこういう曲げたところからまた胴吹きするので、若い枝はねそのようなこと期待できるんですけど、なるだけこうやってある程度出来上がった木はなるだけ、こう手でつまんであげたり、まめにねこう水やりやりながらちょこちょこつまんでやるっていうのがコツですね。荒木の場合っていうのは、荒木の場合はちょっと太らせたいからとか、まあ、充実させたい部分があるからわざと徒長させてる場合ってこと。そうですそうです、おっしゃる通りですね。なるほど。はい、それとかまああとはほっときすぎちゃって、伸びちゃった場合も、心拍の場合は胴吹きっていうのが、ね、期待できるんで、わざとちょっと枝を手繰ってやって、でこういうところから出てきて胴吹きした芽を利用して、もう一回棚を作ってやって最終的にこっちを切るっていうね、そういうこともできますから。御用では絶対無理です。御用では絶対無理ですね。それなんでこういったね、懐にあるこの古い葉っぱ、これをみんなこうきれいに取っていきます。それでこうやった時にこの指の腹を使ってこういうふうにねつまんであげると、これ積み込みってやつですね。でこの時によく皆さんやっちゃうのが爪を使っちゃう。これ爪使っちゃうとハサミ入れたのと同じになっちゃうんで、そうするとその分は赤くなりますから、なるだけこの指の腹を使ってこうつまんでやるとね。そうすると傷口がね目立たないんですね。それとここね、心拍の場合はこういう枝の付け根、こういうところに芽を持つんですね。でこれをもったいないからってそのままにしておくと、基本的にこっちの一番欲しい枝の棚になるだろう部分がどんどん弱ってきます。それなんでこういった、いわゆる枝と枝の股に生えた芽はこう変えてやる、こういうところね、こういうところは必ずこうハサミで使ってきれいに変えてあげると。こういうところに芽を持ちやすいですから、必ずこう掃除してね、芽を変えてやってください。そっちの方にみんな栄養いっちゃいますからね。心拍にしろ御用松にしろ、これから針金掛けする前にこれができるよって感じですかね。そうですね。恥ずかしいを全部やっていただきました。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。結構大変でしたね。これでもね1時間ぐらいやっぱかかりますね、恥ずかしいね。そうですね。でもやっぱさっぱりして、そうね。で最初にお話しいただいてた棚が糸魚川心拍はこう分かれて作れるみたいな。針金かけずとも棚がねある程度見えてくるのがね糸魚川心拍ですから。まさにという感じでした。これやった作業はハスカシと、あと枝も抜かれてますよね。そうですね。これは下向きの枝とかなのかな。はい、下向きの枝、下向きの芽、それを大体ね、透かしました。全部剪定してね。透かしだけでもこれだけきれいにできるということです。そうですね。やっぱりこう心拍は棚がこういうイメージのこうねしっかりしたこう棚がねこう作れていた方が美しく見えるので。それでまた倍を重ねていただくともっと充実してくると思います。
でもっとかっちりやりたい人は針金かければって感じです。そうですね。はい。これはもう培養のためにも針金かけしやすさでもある。そうですね。一番はこういう心拍の場合は荒掛けでちょっと太い針金をかけておいて、で枝をある程度振りますね。振った後に、こうやったハスカシと、下へ向いてる芽を整理してあげてやることによって簡単にきれいにこれで仕上がるのが糸魚川心拍の一番の特徴です。なるほど。それがやっぱり糸魚川心拍が昔から人気があるゆえんですね。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今回は木をより良くする秋の手入れということで、9月初秋ぐらいの、手入れを寺澤さんにやっていただきました。で、今日やった木について、今後秋初冬ぐらいにかけてこういうふうにやっていくといいよっていう手入れみたいなのあればちょっと教えていただいていいですか。そうですね。五葉松はこれから、引き続き、非売管理、肥料いっぱいやったり、肥料びっちりやっていただいて、それからこれから芽の大きさがだんだん分かってくるので、それでこの葉の調節して、芽の強いところは葉を少なめに、芽の弱いところは葉を多めに残してあげて、そうすると春の芽吹きが全然変わってきますので、そういった作業をちょっと心がけていただきたいと思います。心拍はこれから多少まだ、徒長が出ると思いますので、それはどんどん指のね、先ほど言ったようにこう積み込みしていただくような感じになります。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。終わっちゃダメじゃないですか。終わっちゃまずいです。なんかお知らせございますか。8月29日から30日、東京駅丸の内のみゆき通り地下で、丸の内ストリートマーケットというのに出店いたします。皆様のご来場お待ちしております。続きまして、9月の20日から23日まで浅草の松屋さんの1階で出店予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。こっちも販売ですか。販売です。のイベント、はい、ということで、販売のイベントです。はい、都内で買えるということで、はい、お知らせございますか。はい、盆栽世界の方がですね、10月4日発売の11月号から、定期購読専門誌になりまして、本屋さんだと買えなくなってしまいますので、ぜひ定期購読のお申し込みをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これはもう切実なやつですか。そうですね。もう待ったなしで結構。はいはい、よろしく。年間購読はどうやって申し込むんですか。ですね、この本の一番後ろに、払い込み取扱表がこうやって挟み込んでありますので、ちょっとお手数なんですけども、過去のこれって、迷子ついてるんですか。迷子、今ついて過去ますんで、の盆栽世界見て、はい、これを送れば。そうですね。またこれつけ始めたんですよ。ちょっとつけてなかったんだけど、じゃあだってまたこの号からつけ始めましたんで、これをちょっと使っていただいて、ちょっとお手数ですけど郵便局でご入金、15,180円ですんで、ご入金いただければ幸いです。はい、お願いします。お願いします。お願いいたします。はい。じゃあというわけで、はい、いろいろ9月の作業を見させていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。